今回紹介するファーメンテーション機能は、発酵モデルをアスペンプラスに組み込むことが可能です。アスペンプラスの従来の機能と組み合わせて、プロセス全体の評価を行うこともできます。今回は、ファーメンテーション機能の紹介を目的とし、論文データをトレースした事例をもとに、モデルの構築から検証までの流れをお見せします。デモモデルの概要を整理します。デモモデルの題材は、グルコースを基質として、琥珀酸を生成する発酵プロセスです。ブリンク&ニコールが2014年に発表した論文データをもとにモデルを構築しました。菌株はアクチノバチルス・サクシノゲネスの野生型です。炭素源としてグルコースを、窒素源として便宜上アンモニアを設定しています。原法ではアンモニアは使われておらず、実際はアミノ酸や酵母エキス、コーンスティープリカーから得られる窒素が使われていますが、今回のデモでは、窒素は速度に効く因子ではないため、簡略化のためアンモニアで代表させています。発酵は二酸化炭素固定を伴う嫌気的なケモスタット培養です。主生成物は琥珀酸、副生成物として酢酸と偽酸が生成されます。ここで、なぜ琥珀酸を題材として選択したかを説明します。NREL と PNNL が2004年に発行した DOE レポートでは、300以上のバイオマス由来の化学品候補から、原料コスト、市場規模、技術的要素、誘導体の広がりなどを考慮し、段階的にスクリーニングを行っています。スクリーニングの結果、琥珀酸はバイオマス由来の重要化学品として位置づけられています。琥珀酸は還元反応、還元アミノ化、直接重合などを経て、多様な用途で使用できる高付加価値の化学品を展開することが可能です。従来、石油由来で作成していた化学品をバイオマスから作成できるという大きなメリットがあります。様々な技術課題をクリアし、バイオマス、糖類から発酵を経て高純度の琥珀酸を製造し、活用することが期待されています。モデリングの全体フローを4ステップでお示しします。ステップ1は文献データの抽出です。ブリンク&ニコールの2014年の文献のテーブル1にある希釈率 0.1 から 0.5% の範囲を使いました。ステップ2は Excel でパラメータの算出を行います。後ほど説明するピルト式に対する線形回帰により、菌体臭率と維持基質消費を導出します。ステップ3はアスペンプラスでの設定です。成分や物性水産法を入力し、ファーメンテーションの反応モデルとフローシートを構築します。ステップ4は感度解析と検証です。希釈率 D を変化させて、各成分の濃度プロファイルを文献値と比較し、モデルの妥当性を確認します。文献のテーブル1の基質の単位菌体あたりの消費速度 QS と μ の値からピルト式を用いて、基質消費量に対する菌体の生成臭率 YSX と維持基質消費 MS を算出しました。全13点のうち、希釈率 0.10 から 0.49 までの欄1から8を回帰に使いました。高希釈率領域はバイオマス測定が不正確になることが原法でも言及されているため除外しています。回帰の結果 YSX4.5649g グルコースパーグラム菌体となり、これをアスペンプラスの入力値として使用します。MS はほぼ0に近いマイナスの値を取ったため、実用上0と設定しました。次に、ファーメンテーションのスピーシーズタブの入力パラメータについて見ていきます。基質として、グルコースの YSX と MS を入力します。また、生成物として、琥珀酸、酢酸、偽酸の3つの菌体に対する臭率 YPX と、増殖非連動の非生産速度 β を入力します。その他の成分、例えば CO2 や水などの臭率については入力する必要はありません。グルコースについては、先ほど説明した回帰によって算出した値を入力しました。琥珀酸は文献の式1を参照し、入力を行いました。
酢酸については、文献の SA、AA 比に合うように手動で調整した値を使っています。偽酸は希釈率 D に依存して大きく変化する成分のため、アスペンプラスのカルキュレーター機能を使って D の関数として実行時に上書きする形にしています。続いて、非増殖速度に関する入力パラメータです。琥珀酸の生成は、自身の濃度が高くなると阻害されるという現象が知られており、文献では式2としてゴンペルツ型の非対称シグモイド関数で記述されています。この阻害関数をアスペンプラスではカスタム項として登録します。カスタム変数として琥珀酸濃度を質量濃度グラムパーリットルで参照し、カスタム項として PR を計算式の通り定義、その後、ファーメンテーションのキネティックスタブのμの阻害項として接続するという流れになります。これにより、文献の現象論的な阻害式をスクリプトを書くことなく、そのままモデルに反映することができます。次に、アスペンプラスのフローシート構成についてご紹介します。反応器ブロックには、連続層型反応器の RCSTR を使います。物性水産法は、バイオアイディアルを選択します。これは、菌体や水溶液系の発酵を扱うのに適した物性メソッドです。菌体は、データバンクにアクチノバチルス、サクシノゲネスが登録されていないため、汎用型のバクテリアを選択しました。感度解析では、グルコース、ストリームの流量を変化させることで、希釈率 D が 0.1 から 0.5% の時の計算を行いました。これにより、D を変化させた時の各成分濃度のプロファイルを自動的に取得できます。それでは、構築したモデルの計算結果と文献の実測値とを比較します。左のグラフは、3つの生成物、琥珀酸、酢酸、偽酸の生成物濃度を希釈率 D に対してプロットしたものです。丸印が文献のテーブル1の実測値、実線がアスペンプラスの感度解析結果になります。3成分とも D に対する依存性が実測値の傾向をおおむね再現できていることが見て取れます。右のグラフはグルコース消費量の比較です。低 D 領域ではモデルがやや高めに出るという乖離が見られます。この乖離については、原稿の中で実験のマスバランスに約 16% の超過があると明記されていることから、想定内の差と判断できます。酸性生物の D 依存プロファイルが文献を再現できていることから、このデモのモデルは、デモ用途として十分な妥当性を持つと確認しました。このモデルの想定用途について説明します。まずは、プロセスの概念設計です。操作条件の探索やスケールアップの検討に使用できます。また、他の反応器モデルを用いた検討も実施可能です。次は、プロセス全体の検討です。生成や誘導体の合成反応のプロセスなど、前段、後段のプロセスを組み合わせた全体の収支計算ができます。感度解析やケーススタディ、最適化計算により、収率や生産性向上の検討が行えます。作成した全体の収支データをもとに、コスト試算やライフサイクルアセスメント、LCA の検討も実施できます。以上が今回のデモの内容となります。最後に、ファーメンテーション機能の価値を整理します。スクリプトを書くことなく、複雑な微生物発酵の現象をパラメータの設定のみで構築可能です。この機能がアスペンプラスに組み込まれていることで、後段の生成プロセスなどとの一括計算をし、プロセス全体の評価や最適化などを行うことができます。SimArts では、プロセスの概念設計、基本設計の支援業務を実施しております。今回の動画で紹介したような文献調査、モデル開発だけでなく、最適化、経済性評価、LCA まで幅広くサービスを提供しております。この動画で紹介したモデルにご興味のある方や、コンサルティング業務など、より詳細な話を聞きたいという方は、株式会社SimArtsまでお問い合わせください。問い合わせ先は概要欄に貼ってあります。ご視聴ありがとうございました。